こんばんは。はるけです。今回はアイコン選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。総勢100名を超えるアイコン選手をティアリストに含めてます。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらがアイコン選手たちのティアリストになります。非常に多くいるんですけれども、まずは D ですね。D はですね、ベロン、サンチェス、エルナンデス、そしてシャビアロンソ、イアン・ライト、ファン・ニステルローイ、トレゼゲ、そしてシェフチェンコ、アラン・シアラ、スコールズ、イアン・ラッシュ、リケルメ、プジョル、ムーア、そしてリネカ、ラウドロップ、ラーション、ランパード、クライファーとクローゼ、キーンと、この選手たちを入れました。この中で紹介をしたいのはですね、プジョルですかね。プジョルはですね、非常にディフェンス能力高い選手で、ロマンさっていう風な部分もあるんですけれども、今作もですね、やはりペースの遅さっていうのがどうしても、気にはなりますね。プレイスタイルの部分でも、非常に守備のプレイスタイルっていうのを多く備えてますし、ブロックに関してはプラスになってて、素晴らしい。守備能力に関しては何も言うことがない。しっかり取り切れる選手なんですけれども、どうしてもペースの部分で、スペースのカバーだったりとか、あとやっぱりいろんな状況に対応できるという風な意味では、ちょっと、物足りない部分っていうのはあります。やっぱりペースっていうのはセンターバックにとってはかなり重要なものには、なってくるので、かなり守備能力は高いんですけれども、個人的には、D かなというふうに思います。で、あとはですね、ファンニステルローイですかね。ファンニステルローイもですね、全然悪くはない。もちろん ST としては決定力は高い方だと、思います。しかしですね、やはり3-3というふうな、ことは、ちょっと残念なところ、スキルも逆足も、という風な形で、スピードも特段めちゃくちゃ速いという風なわけではなく、ドリブルも重たい選手で、パスもあまり上手くないということになってしまうので、ちょっと他の選手の方が使いやすい。もう現役の選手でもいいですし、結構代わりがいてしまう、ST の選手にはなります。で、そして C ですね。C はですね、ピレス、ファンバステン、セードルフ、リバウド、そして女子選手のプリンツ、そしてピルロ、オーウェン、ネスタ、ラーム、イエロ、ハジ、ジェラード、そしてガットゥーゾ、クレスポ、ベルカンプ、ベッカム、バラックと、この選手たちを入れました。女子選手、新たな選手としてプリンツですね。非常に能力は高いです。92っていうのはアイコンの選手の中で言ってもかなり高い方なんですけれども、ちょっとね、使いにくさっていうのはある選手になりますね。重たい選手です。で、身長は女子選手の中では高い179センチなんですけれども、男子とかも含めた今作で言うと、そんなにめちゃくちゃでかいかって思うと、そこまでではないと思います。ですけど、重たい。っていう、そんななかなかちょっとね、難しい選手になっていて、決定力は非常に高くですね、パスもある程度は、十分出せるんですけれども、やはりもうちょっとスピードは欲しいなという風な部分と、スキルも3という風な、ことにはなりますし、ヘディングとかね、うまくってフィジカルも強い選手なんですけど、やっぱ相手ディフェンダーは、でかい選手、男子のでかい選手になってくるんで、ちょっと個人的にはですね、この男女混合という今作の UT の中ではアイコン選手として出てきましたけど、この人もちょっと代わりは、いてしまうかなという風な状況ですね。で、あとはですね、クレスポなんかはですね、個人的にはまだこの C の中では B に近い存在なのかなと。いうふうに思います。44あって決定力も高くてスピードもある程度あるというところが、個人的には ST としては素晴らしいなというふうに思います。ドリブルに関してもね、もちろん軽いという選手ではないんですけれども、それなりには持てますし、能力86という、割にはですね、十分強い、そんな選手になります。で、あとは隣にいるベルカンプですかね。ベルカンプもですね、個人的には B に近い、中の C だというふうに思います。悪くはないですし、今のこの開幕したての時はですね、全然使える選手だと
思います。やっぱり冷静さの高さっていうのは素晴らしいですし、あとはシュートもね、決めきれる力を持ってます。もうちょっとペースがあればっていう風な部分が、まあ個人的にやっぱりネックになってきますし、あとはドリブルもね、この人もね、なんか扱えそうな感じなんですけど、特段軽いという風なわけではないっていう、そんな選手になるので、ちょっと、まあベルカンプもね、非常に B に入ってもおかしくなかったんですけれども、まあ、ちょっと惜しかったなというふうに思って、まあ、C にしました。で、そして B ですね。B はですね、シュケル、そしてビディッチ、マケレレ、ルイス・フィーゴ、そしてサネッティ、キーパーヤシン、そしてシャビ、そしてファン・ペルシー、そしてストイチコフ、シュバインシュタイガー、キーパーシュマイケル、そしてライカールとプティ、ネドベド、そしてクーマン、アシュリー・コールですね。アシュリー・コール、ロベルト・カルロス、カンナバーロ、キャンベル、バーンズ、バッジョですね。この選手たちを入れました。まあ、特に、紹介をしたいのはですね、ストイチコフですね。ストイチコフはかなり強いです。強い方の選手で値段だけ見てもですね、95万ぐらいするんですよ。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高いし、能力もかなり高くていいんですけど、この人はね、ただ唯一逆足が3という風な部分が、ちょっと自分の中では引っかかってしまって、まあ、A には行かなかった、選手ですね。かなりいいです。かなりいいし、プレイスタイルを見てもテクニカルのプラスを、持ってますし、今週もちょっと持ってたり、するんですけれども、本当にこう逆足3という風な、部分が個人的にはネック。シュートとかはね、もちろん決めきってはくれるんだけれども、やっぱ逆足で打った時とかは、ストイチコでかわせはするけど、その後がって、やっぱり思うシーンっていうのは、まあどうしても出てきてしまう選手にはなるので、逆足で蹴った時は。なんで、ほんとそれ以外が完璧なんで、まあ A に入れたかったですけれども、やっぱ3はちょっとなっていう風には、感じて、ここの惜しくも B。でももうほぼ A、もうギリギリ、ほぼ A みたいな感じ、なんですけれども、まあ、ちょっとこう B のトップ層というふうなことで、まあ、思ってもらえればいいと思います。で、あとはですね、まあ、クーマン、とかですかね。クーマンはですね、個人的にはですね、今作のプレイスタイルという風な新要素によって、まあ、個人的には B に上がった選手かなと思います。総合力という風な部分で非常にこうセンターバックなんですけど、守備だけではなくてパスもうまくってフリーキックも蹴れるという風な、部分で、まあ、プラスの要素が多いなという風に感じて、まあ、B にしました。もちろんペースがね、もうちょっと速かったりとか、守備力ももうちょっと欲しいっていう風な部分はあるんですけど、フィジカルとかね。ですけど、やっぱりこうパスのうまさ取った後しっかりつなげる。あとはセットプレーで、まあ、ちょっとこう一つ武器になれるという風な部分で、やっぱりクーマンは、センターバックという枠に収まらない中で、まあ個人的には、いろんなことができるセンターバックということで、まあここの、B にしました。で、そして続いては A ですね。A はですね、ソクラテス、そしてラウール、そしてゲルト・ミュラー、ブトラゲーニョ、ゾラ、そしてザンブロッタ、フェルナンド・トーレス、女子選手、スミス、サワ・ホマレ、そしてルーニー、アンリ、ガリンシャ、リオ・ファーディナンド、エトー、そしてエッシェン、ドログバ、デサイ、デルピエロ、ダルグリッシュ、ブラン、カントナと、まあ、この選手たちが A になります。まあ、この中で紹介をしたいのはですね、やはりですね、ブトラゲーニョですかね。ブトラはですね、非常に強い選手で150万もの値段をします。ペースが速くて決定力が高くですね、パスも出せてドリブルが軽い、そんな選手になります。で、スキル3なんですよ。スキル3っていうのは前線としてちょっと、まあ、ファンニステルロイドの時も言いましたけど、やっぱスキル使えないっていうのは、ちょっとね、もちろんかなりマイナス点にはなるんですけれども、逆足が5で、一応ね、テクニカルのプラスを持っているプレイスタイルで持ってますし、ドリブルも軽いという話はしたんで、スキル3でもまだ今作は、そういうプレイスタイル面だったりとかで補えたり、ドリブルの軽さで補えたりはするので、で、他が完璧っていうのは、もちろんそのプラスの要素として、ブトラはあるので、スキル3なんですけど、そこはちょっとマイナス点でスキル欲しいなって思う時はあるんですけど、ただテクニカルでぐんぐんコントロールスピンでね、進んでいけたりとかはする選手
ですし、細かい切り返しとかもかなり強い選手になるので、スキル3の選手の中ではまだスキル3ということを感じさせないぐらい、強い選手になるので、個人的には A です。やっぱり決定力の高さと、あとはドリブルの軽さで、やっぱりペナ内で受けた時の、ね、シュートの振りっていうのも速いですし、非常にシュートの、プレイスタイルも豊富なので、かなり今作は強い選手になるかなというふうに思います。で、あとですね、リオ・ファーディナンドですね、リオ・ファーディナンド。リオもですね、開幕はですね、いつも今作は強い、今作だけじゃなくて過去作も強いんですけれども、やはりプレイスタイルという風なことでですね、この人は予測のプラスがついていたり、します。そしてブルーザーだったり、ジョッキーだったりとか、あとはスライディングタックルだったりとか、そして空中戦のエアリアルもついているので、非常にセンターバックとしてのプレイスタイルも豊富でプラスで予測ついてる。ここが非常に素晴らしく、あとはスピードも速いですし、ディフェンス能力ももう何も問題はないというぐらい高くって、フィジカルも、強いので、非常に素晴らしいセンターバックだなというふうに思います。もう本当にこう最高クラスとかトップクラス、トップの、センターバックとして自分は、見てます。で、そして最後ですね。最後は S です。S ランクはですね、リベリー、プスカシュ、ペレ、マテウス、そしてカカ、エウゼビオ、カフー、ジダン、ジーコ、そしてビエラ、キーパーファンデルサール、ロナウド、ロナウジーニョ、そしてマルディーニ、ジャイルジーニョ、女子選手、ミア・ハム、そしてフリット、クライフ、カピタ、ボビー・チャールトンと、この選手たちが S になります。紹介をしておきたいのはですね、リベリーですね。リベリー。今作新しいアイコンの選手として登場をしてきました。能力自体はね、88と、アイコンの中でも、平均的な能力かなと思うんですけれども、やはり55という風なとこが非常に素晴らしく、スピードもあって、ドリブルが軽い、パスも上手いという、そんな選手になります。この先ですね、いろんなイベントとアイコンが絡んでですね、リベリーの強化カードが来て、決定力までも高くなればですね、めちゃくちゃ最強な選手になると思います。もう明らかなメタカードになるんですけれども、フィジカル自体はそこまで強くなくてもですね、やっぱりこうドリブルの軽さとボディコントロールがあるので、意外とスルスル抜けるという力持ってます。で、プレイスタイルでもですね、テクニカルのプラスを備えながらですね、パスのプレイスタイルも持っていたりとか、クイックステップも持っていたりするので、非常に素晴らしい左ウィングアタッカーの選手だと思います。で、あとはですね、ミア・ハムですね、ハム女子選手、レジェンドとして来ました。この人はですね、男子選手にも負けない力をめちゃくちゃ持ってます。値段は500万します。女子選手の中で一番高い選手ですし、海外プロがですね、こぞって使っているレジェンド選手、アイコンの選手になります。もちろん能力が高いのは言わずもがななんですけれども、この選手も55です。この選手も55。そしてプレイスタイルを見てもですね、非常に多くのプレイスタイルを兼ね備えつつですね、プラスではないですが、今週だったり、そしてラピッド、容赦なしクイックステップを持ってます。本当に女子選手の中のペレというか、女子版のペレ、みたいな感じで、もうそれぐらいめちゃくちゃ強くって、重要な、もうみんなが使うメタ選手になります。で、最後にですね、ボビー・チャールトンですね。この選手も新しいアイコンとして、出てきましたし、値段は250万、します。この選手もやっぱり92、OVR92 ということで、能力的には高くって、スピードがありながらシュートも打てるし、パスも出せて、ドリブルもね、できるという、そんな選手に、なります。スキルが4という風なことは、もちろん、ちょっとこう5であってほしいっていう部分はあるんですけれども、逆足が5という風なこと、になります。非常に素晴らしい選手で、先日、お亡くなりになられたんですけれども、FIFA、FC24 の中ではかなりこう使われてもおかしくないようなレベルの選手にはなります。本当にご冥福をお祈りいたします。という感じで、こちらがアイコン選手ティアリストになります。少しでもね、参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。